こんにちは、しひこチャンネルです。プチコンフォースマイルベーシック入門のシューティングゲーム編の、第2回、まずは時期を動かそうのその2ということで始めさせていただきます。この動画の趣旨は、リンクが出てます通り、0回目の、動画をご覧ください。ここでは省略します。直近の目標として今掲げているのは自分で書いた時期を動かそうということで、そのプロセスで4つ項目を挙げていました。で、画面についての学習と時期を書く回については前回、終了しています。今回はスプライトというものを定義するところの話をしていきます。で、前回保存した画像があると思います。それを命令で呼び出すということをまずやってみます。画伯っていう絵を描くツールですね。そちらのロードっていうボタンを使わずに命令を使って前回保存した絵をグラフィックページの3番へ呼び出すことにします。ファイルがないときはプロジェクトが合っているか確認をしてください。ということで、そのファイル名っていうのもちょっと間が空いてしまったんでお忘れかと思いますので、ファイル名を確認する命令もここで覚えてしまいたいと思います。で、まずは、プロジェクトが、ちゃんとこの左下の、ところに、前回シューティングというプロジェクト名にしたので、このプロジェクトになっているかどうかを確認してください。これになってない場合は前回説明した方法でプロジェクトを変更をしておいてください。では、前回保存したファイルが、あるかどうかですね。ファイル名を確認する、ファイルを確認するのは files っていう命令になります。files ですね。これを入力してエンターキーを押すと、2つのファイルがありますよということで、1行目と2行目、1行目に txt で始まる行ですね。2行目には grp で始まる行です。で、簡単に説明しておくと txt って書かれている行はテキスト、要は私たちが文字で読めるデータのことですね。で、これはまだ作った覚えがないでしょうけども、最初にプロジェクトを作った時に最初にできるファイルです。で、grp っていう文字で始まっている行はグラフィックのデータですということを表しています。ではこれを読み込むところですねを確認します。読み込む命令はloadg という命令です。で、ここでちょっと、使い方とかですね、今後も繰り返し使うことになるんですけども、命令を知ってても使い方がわからないっていうふうな時の場合に便利な方法を、説明しておきます。help っていうものですね、この命令に関する説明書きをいつでもプチコンをやっている時に読むことができます。キーボードを使っている場合は、命令を入力したところで F1 キー、ファンクションキーの1番を押すと、このように画面の右側に説明が出てきます。で、エスケープキーで画面を閉じることができます。ジョイコンとかで作業されている場合は、ソフトウェアキーボードですね。こちらの方のこのハテナの絵が描いた本の絵、ここを、タップすると同じように、出てきます。で、消すときはこのエスケープって書いてあるところをタップすると消すことができます。では、
もう一度、表示をして、ロード G に関する命令を見てみます。ロード G で、役割は画像ファイルを読み込むというふうな命令です。ここに、規定通りの、文字や数字を指定すると、その絵を、この命令の場合は画像ファイルを読み込むことができるということです。で、詳しく下に書いてあるんですけども、今回は、直接私が、入力をしてみます。実際にはこの後にファイル名ですね、上のファイルズで出した GRP の行ですねに書いてある GRP で、コロンですね、それは種類を表してるんで、入力する必要はありません。入力しても確かいいはずですね。ロード G っていうのはグラフィックのデータを読み込むんで、グラフィックのデータの種類を指定します。テキストファイルとかを指定するとエラーが出たんじゃないかなと思いますけども、この命令は、まず読み込むファイル名、その後にどのページに読み込みますかっていうことですから、今回はグラフィックページの3番に読み込みますので3ですね。で、この後、読み込む、画像をどの位置に読み込むかっていうのを指定するんですけども、指定がない場合は、そのページの一番左上、座標でいうとこの00の座標で始まるところから読み込むっていうふうなことです。前回画伯で書き込んだ時には、どこからどこまでっていうふうな範囲を指定しない形で保存がされますので、グラフィックのスクリーン 2048×2048 ドットの1枚全部が一気に保存されてます。なので、今回これで普通に呼び込めるはずです。ここではちょっと、本当に読み込めるのかどうかを、確認するために一旦画伯を起動します。で、タッチパネルや、マウスなどでグラフィックページの3番に何もないことをまず確認します。何もありませんね。ではこれでそのまま、ドアのボタンもしくはエスケープキーで、終了します。ではこの命令を実行します。エンターキーで実行をします。読み込みますか、よろしいですかって聞かれますので、はいを指定します。キーボードの場合はエンターキーで大丈夫です。これで呼び込みが完了しました。ではもう一度画伯の画面を見てみます。でグラフィックページの3番の中身を開いてみてみますと、前回描いた、絵が読み込めているはずです。ではこのまま終了します。ではグラフィックの呼び込みまで終了しました。で今の状態はグラフィックページの3の座標00から3131の、ところ四角形の中に自分の機体の絵を呼び出した状態ですね。はい。ではここからスプライトを作り始めます。でスプライトって何かっていうと、絵なんですけども、自分で自由に動かせるっていうとちょっと曖昧な表現ですけど、場所を自由に変えることができる絵ということです。でその指定する場所は、ドット単位1ドット1ドット、前回出てきた点ですね、ドット単位で指定をします。スプライト定義番号とスプライト番号とあります。スプライトを扱う上でこの2つはとてもよく出てきます。なのでここで、名前は似てるんですけど違いははっきり
させておこうと思いますので、ここは重要ですのでよく聞いてください。スプライト定義番号っていうものとスプライト番号っていうのがあるんですけども、全然違う中身です。スプライト定義番号というのはスプライトの絵の情報を決める番号です。例えばスプライト定義番号 X 番は、グラフィックページ、これですね、スプライト定義番号の X 番はグラフィックページ N の X1Y1 から X2Y2 の場所にありますよっていうふうに、グラフィックページのどこにあるのかっていうのを指定したのがスプライト定義番号。スプライトが定義された番号っていうふうな感じです。で、対するスプライト番号っていうのは、スプライトを実際に扱うときに使う番号です。で、スプライト定義番号 X 番のスプライトをスプライト番号 Y 番として使いたいと。ね、こちらでスプライト定義番号で定義したスプライトを、スプライト番号何番で使いますというふうなことです。で、例えば実際にこれはスプライトを使うときですから、スプライト番号 Y 番のスプライトを、X3Y3 っていうふうな座標に表示をしたいですとか、そういうふうな使い方をします。文言だけじゃちょっと分かりにくいので、実際に今から、順序立ててやっていきたいと思います。グラフィックページがあります。書いた記体がありました。で、スプライト定義番号。今回はスプライト定義番号100番っていうものを使って、スプライト番号っていうのを200番っていうものを使って、試してみます。これは両方とも0番から始まる番号が使えるんですけども、両方0番ってしちゃうとどっちのこと言ってるのかわからないですから、今回、試すのはスプライト定義番号100番で、スプライト定義番号ですね。100って出てきたらスプライト定義番号だと。で、スプライト番号っていうのは200番を使います。200って出てきたらスプライト番号のことだなと思ってください。で、画面に表示したいスイッチの画面がここにあります。で、これから図に沿って実際にやっていきます。で、スプライトを表示して操作するまでに必要なステップが4ステップありますので、1個ずつ説明しながら一緒にやっていきたいと思います。まずは、スプライトの定義ですね。まずやるのは、今回飛行機、時期を書いたところですね。座標の00から31にある絵をスプライト定義番号100にしてくださいっていうふうな命令をします。で、これは、座標がここにある座標をスプライト定義番号100番として使いますよっていうふうな宣言です。で、これをやる命令は spdef という命令を使います。では実際に一緒にやっていこうと思います。では実際にキーボードで打ちます。spdef と打ちます。で、使い方を簡単に見ていくために F1 キーを押してヘルプを出していきます。で、目的はスプライトのキャラクター定義用テンプレートを作成するとあります。で、これ命令の後に続けて、渡す文字列とか数字とかそういうふうなものを引数っていうふうに言います。で、引数の説明を見ると、定義番号、これがスプライト定義番号のことですね、を出して、そのスプライト定義番号と、画像のグラフィックページの、左上が U と V ですね。で、W と H がスプライトの大きさということになります。その他の、属性が難しくありますが、省略できるので今回は必要ありませんのでまず説明しませんので、いずれ必要な時に説明します。では一旦エスケープキーなどで、説明の画面を消します。ではおさらいですね。スプライト番号、ごめんなさい、スプライト定義番号ですね。定義番号は今回100番に定義をしますとしました。で、スプライトの実際に書いてある、座標は左上が00ですね。で、グラフィックの大きさは00から31まででしたので、大きさは横が32、
縦が32ですね。ということになります。OK と返ってきました。これはこの命令が、大丈夫でしたと。エラーもありませんということで、無事に終わったということですね。ではこれで、ここの1番までが終わりました。では次です。スプライトが、ここの場所にありますっていう定義番号100番にしました。で次に、この今作ったスプライトの定義番号100番を実際にスプライト番号200として使うように準備をしてっていうふうな命令を出します。で、この命令をするのは spset っていう命令です。では実際にこちらも同じようにやっていきましょう。spset っていう命令ですね。で、F1 キーでヘルプを見てみます。spset の目的は、スプライトを作成するっていうことですね。定義テンプレートを利用っていうことです。定義テンプレートっていうのがさっきのスプライト定義番号で決めた定義ですね。こちらを使います。で、引数としては最初にスプライト番号、次に定義番号ですから、スプライト番号が200番。で、その200番で使うスプライト定義番号は100番ということですね。200番のスプライト番号として定義番号100番に書いてある絵を使いますというふうなことです。で、これで実行してみます。エンターキーを押すと OK と返ってきましたが、画面の左上をよく見ると、何か全く違う絵が出ています。これはどういうことかというと、実際に実行すると、こんな風な絵が出ます。で、これはどういうことかというと、実はこのスプライト定義番号を使うという spset 命令を実行した時には、基本的にこのグラフィックページ4番のグラフィックを使うということなんです。グラフィックページ4番の左上には、003131のところには、このいちごとオレンジとびっくりマークの絵があります。実際にちょっと、確認してみます。今これ表示されているのは、グラフィックページ3の隣、グラフィックページ4ですね。スプライト SP って書かれているグラフィックページ4です。グラフィックページ4の中身の003131のここですね。これが今スプライトとして利用されていると。要はページが違うわけですね。本当はこの、グラフィック3のこれを表示したいんですけども、グラフィックページ4のこれが利用されているというふうなことですので、それを定義を変更する命令を入れます。それがこちらですね。スプライト番号200のスプライトは、実はグラフィックページ3番を見てくださいっていうふうに、命令をします。で、この命令が SP ページっていう命令です。で、こちらも、実際に見ていきます。SP ページ F1 キーで、ヘルプを見ます。そうすると、指定スプライトの参照グラフィックページを設定するっていうふうな、ことが書いてあります。で、引数としてはスプライト番号とグラフィックページっていう風な順番ですので、そのまま入力していきます。スプライト番号は、今回200です。で、グラフィックページを4ではなくて3にしたいので3を指定します。で、こちらでエンターキーを押して実行します。そうすると、描いた絵が実際に画面にようやく出てきました。はい、ここまでですね。まず座標ですね。座標ここからここにある絵をスプライト定義番号100にしますというのを SPDF 命令で実施しました。で、その後にスプライト定義番号100番をスプライト番号200番で扱いましょうというふうに準備しました。で、スプライト番号200は
グラフィックページ4ではなくて、グラフィックページ3番を見てくださいっていう風なものを SP ページ命令で設定しました。ということで、今このような状態です。で、スイッチの画面に表示をされていますが、これは、SP セット命令を、スプライト定義番号とスプライト番号だけで設定すると、最初にもう座標00の位置にスプライトが表示されるっていうふうなことになってますので、画面に出てます。このスライドではちょっと表示してませんけども、では、この後ですね、これでスプライトを使う準備ができましたので、今度はスプライトの場所を具体的に移動してみます。スプライト番号200を画面内の座標100、100、横、X 座標、横方向のですね、X 座標が100、Y 座標が100の位置に表示してっていうふうな命令を試しにやってみます。で、こちらが命令としては SPOFS 命令って言います。これ OFS ですね。では実際にやっていきましょう。では実際に命令を打ちます。SPOFS ですね。で、F1 キーを押しますと、スプライトを移動させるということです。で、引数としては、スプライト番号と、指定するスプライトの表示座標ということになります。スプライト番号が200番の式を、例えば、100、横方向が100、縦方向が100だったですね。この座標に表示するというふうな命令です。実行してみます。飛行機の場所が移動しました。で、このスプライトっていうのは、1個のスプライト番号は画面内に1個だけしかありません。だから例えば、自分の飛行機を、3台画面内に一緒に表示したいっていうなれば、スプライト番号を3つ用意する必要があるわけです。ただ、スプライト定義番号っていうのは、場所、スプライトのグラフィックページ上のスプライトの場所を指定しているだけなので、それは何回でも使うことができます。で、例えば、さっきみたいに3台表示したいんであれば、SP セットですね。SP セットで、例えば、201番に新たにまた100番、先ほど定義した、自分の機体の番号を指定すると、こうなりますから、SP ページで、201も3番から持ってきますということにすれば2機目が出てきますね。はい、で SPOFS で今度201の飛行機を、例えば150と Y 座標100の位置に表示したいと、そういうふうな形です。で、私たちがゲームとかで飛行機を動かす仕組みというのは、この座標が随時ちょこちょこ少しずつ変わっていることで実現しています。200、新しく出した201の方を入れてみましょうかね。201を160と100で実行すると、ちょっとだけ右に動いた感覚ですね。で、さらに右に動かそうとすると170。これキーボードの、上の矢印のキーですねを入力すると前に入力した命令が出てきます。ソフトウェアキーボードの場合は、ジョイコンの左コントローラーの上矢印ですね。で、前に入力した命令が出てきます。で、これをまた180と増やしていくと、機体が右に動いているように見えますね。こういうふうにして自分の機体の位置を次々に表示する位置を変えることで機体を動かすということを実現しています。ということで今回は、ここまでにしたいと思います。次回はジョイコンを使って、先ほどの自分の機体をいよいよ動かしてみるというところから始めていこうと思います。では今回の動画はこれで終わりです。内容良かったなと思う方は高評価、次の動画を早く確認された場合はチャンネル登録など
されてください。それでは次回までよろしくお願いします。失礼いたします。